それを超えるコスパを出さなきゃいけないっていうのがビジネス的には考えられるので、自分の意見は述べた方がいいですよ。わからないことはわからないって聞いた方がいいです。言ってくれることの方が一番メリットなんですよ。最近会議がすごく多くなってきて、ただあまり成果につながるような会議っていうのがなかなかうまく進められないんですけども、森社長って会議をうまく進めるための方法であったりとか、成果が出やすい会議の進め方みたいなことってなんかあったりしますか？一つは会議はやっぱり随時見直した方がいいと思ってまして、いるいらない内容、参加者頻度は3ヶ月ごとぐらい見直した方がいいなと思ってます。そもそもやる、やらない、やるんであれば内容をアップデートする、しない、誰が参加するのが適切なのか、頻度増やす減らす、そういったところはそうですね、できれば3ヶ月ぐらいで見直していけるといいかなと思ってます。ちなみに会議をやる場合の森社長なりのルールだったりというのはありますか？一つは姿勢のルール。例えば感情的にならないとか、否定から入らないとか、そういう姿勢のルールをまずいくつか設定して、あとはやっぱり会議における達成目標、これは決断する会議なのか、決断するんであれば何を決断するのか、2つ目は次のステップを決める、例えば段取りだったり役割だったりとか、3つ目は情報共有、4つ目はブレスト、競技とかですよね。大体この4つぐらいじゃないかと思いまして、この会議は何をするんだというのをちゃんと明確にすると。あとポイントとしては、基本やっぱり資料はある程度は作ってきて、無駄な会話をなるべく減らしたいので、報告とかで長々とするよりも視覚で分かるものを作ってきて結論から喋ると。あと意思決定をしたい時に結構決まらないことってやっぱあると思うんですよ。意思決定ができない時って基本情報が不足しているかロジックが明確でないかのどちらかだと思うんで、これは情報が足りてないから決議できません、これはロジックが明確でないから決議できない、だからその辺のポイントも明確にしてきてくれっていうことで次に回すとかですかね。森社長はそもそも会議って必要だと思いますか？まあいるかいらないかで言われたらいりますよね。でもなんかやってるうちにいらないものがいっぱい出てくるんで、先ほど言った通り見直し重要だと思いますね。やっぱり考え方としては、例えば幹部が10人集まって2時間会議したら、10人の2時間が会議で失われるわけじゃないですか。だとしたらそれを超えるコスパを出さなきゃいけないっていうのがビジネス的には考えられるので、やっぱり常にその価値を考えながら見直すことが必要だと思いますし、もしかしたらもう一つ誰のための会議かっていうのも考えられるといいのかなとは思うんですね。だからもう僕なんか極端な話、社長のための会議みたいに割り切ってるのもありますよね。事実を述べるとか、あとは従業員もあえて考えさせるために会議するとか、複合的な要素も考えていろいろやってますけど、何のために会議やってるかとかっていうのは常に見直したり考える機会は持った方がいいと思いますね。最近でいうと2、3年ぐらい前からオンライン会議も増えてきたと思うんですけど、オンライン会議とリアルの会議の違いって森社長いかがですか？一つやっぱりオンライン会議は雑音がないので、あと一人ずつしか喋れないから、物事を何か決めなきゃいけない A か B かみたいな、この会議はすごい適してると思いますよね。あとやっぱコストが低いですよね。移動コストもないですし、あと変な感情も入りにくいので、なのでロジカルなことを決定するとかロジカルなことを喋る会議はオンラインでいいと思いますね。ただ競技とかブレストとかに関してはやっぱリアルの方が僕はいいかなと思いますね。最近は割と社内チャットツールみたいなのができてきて、会議開くまではないんだけども、この資料は上司に見せておいた方がいいとか、この情報は周りに共有しておいた方がいいみたいなものをチャットで共有する場合があると思うんですけども、アップルさんとかの場合だとそれはどういったふうに捉えられてますか？社内チャットツールとか、SNS とかはスピードが速く進められるのですごくいいなと思います。反面情報がパンクしてるっていう形もやっぱあるので、いいところも悪いところも両方あるので、これはやっぱ使い方なのかなとは思いますね。最後になるんですけども、森社長がもし社長という立場じゃなくて新卒という立場だった場合に、そういった会議に呼ばれましたとなった時に、どういうふうに会議に参加されたり、どういった準備をされるのかなっていうのが興味があってちょっとお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか？そういう観点でいきますと、やっぱ喋った方がいいと思いますね。
自分は社長とか会社じゃなくても外部団体のミーティングとか出る時もありますけど、やっぱりその喋らない人はちょっと嫌ですよね。喋りすぎる人も嫌なんで、なので僕がもし新入社員とかそういう立場で情報共有とか事前にアジェンダとか分かれば内容を見て疑問に思うところとかを事前に書き出しておくと、もし他人から「なんでそんなことも分かんないの?」と思われるのがすごい嫌だから言わないみたいな人多いんですけど、いいえと、こちらからすると分からないことは分からないと言ってくれる人の方がよくて、自分はここがいまいち意味が分かりませんでした、これってこういうことを言ってますかみたいなぐらいの感じで、同僚の中ではあ、私も分からなかったけどあいつ聞いてくれたみたいな、上司からしても人によってはお前こんなこと分かんないのかって言われたとしてもはいすいませんっつって、でも分からないことはちゃんと聞かないといけないと思ったんで聞きました、これでいいんですよ。こっちの方が評価上がりますよ。でもあまりにもそれ乱発してるとお前本当に自分で調べてきてないのかってなるんで、ちゃんと確認をすることですね。これが分かりませんでした、自分なりに解釈した結果こういうふうに捉えました、これで問題ないですかとか、そういう聞き方してくれるとそれ問題ない OK それだよって言えるし、あそうじゃないよと、ごめんなさいね分かりづらくてと、これ A のこと言ってんじゃなくて実はこう AB のこと言ってるんですと、なんでこういうふうに解釈してくださいってより理解が深まるじゃないですか。ポイントは分からないことは分からないと聞く、ただし分からないけど自分なりに解釈したらこうでした、これで認識合ってますかとかって聞く聞き方はやった方がいいですね。で言い方として気をつけるのは、例えば誰かの意見、この意見もいいと思うんですけどこっちの方が良くないですかっていう言い方すると角が立つんですよ。これみんな角が立つから言わないってなるんですよ。違うんです、言い方です。なるほどいいですね、何々さんの案もすごくいいなと思いました、ただ私の意見はこれをこうしたらもっと良くなるんじゃないかと思いました、なぜならば、他人を尊重しながらちゃんと自分の意見として言う。でここに対しても若い人が間違うのは、意見言ってもどうせ変わんないとか言いたくないっていう人いるじゃないですか。なあアホかとそんなもんだと、だってあなたの見えてる視点と社長が見えてる視点ってやっぱ違ったりもするから、でもそうであっても意見欲しいんですよ。なるほどそういう意見持ってんのとか、なるほどその思考のフェーズにいるんだと、こっちは理解できるんで言ってくれることが一番メリットなんですよ。なのでポイントまとめると、自分の意見は述べた方がいいですよと、分からないことは分からないって聞いた方がいいです。で、他人にもおもんぱかってこうロジカルに言えるとこっちは覚えますし、逆に何かあった時に聞きに行ったりとか、逆にチャンスが転がってきたりとかすると思いますけどね。改めてになるんですが、成果の出る会議のまとめをお願いします。はい、会議体は3ヶ月おきごとぐらいに見直しましょうと。そして姿勢のルール設定と守ること、必ず会議における達成目標というものを明確にする、なるべくロジカルにしゃべることと、意思決定のロジックをちゃんと明確にしておきましょうと、いうことができればうまく会議は進められるんじゃないかなと思います。このチャンネルでは現場の様子、研修、社内のイベント、ビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。そして最後に今日の動画もいいねを押してくれると嬉しいです。ありがとうございました。